こんにちは、小太郎です。当位のゲーム部屋は当位さんがプレイ済みのゲームを僕と一緒にネタバレマシマシで遊んでいくチャンネルです。今回の動画はグランブルーファンタジーです。古戦場が始まったね。新しい PC で周回も速くなってる気がするよね。そこで今回は肉集め周回でどのくらい速度に違いが出るのか4つのデバイスで録画したからそれを見ていくよ。スマホでやってる人が多いゲームだけど他のデバイスでやると速くなるのかは気になるね。今回比較するデバイスは iPhone XS、iPad mini 第6世代、12年前買ったノート PC、買ったばかりの最新 PC。 手元にあるデバイスで性能差が出そうな4種類だね。まずは各デバイスの肉集め周回を見ながら簡単に性能をチェックしていこう。まずは iPhone から。普段使いしてるスマホだね。正直なところそろそろ買い替えた方がいいんだけど、重いゲーム以外は普通に動いちゃうから替え時を見失ってるよ。 iPhone は年々高くなってるもんね。それで技術的な性能だけど Apple は正式に詳細性能を公表してないから Wikipedia から引用ね。 CPU はA12 バイオニックを使ってて2018年当時の最高性能だね。2024年6月時点の最新は A17 Pro で iPhone 15 Pro シリーズに搭載されています。要するにかなり型落ちだね。メモリは 4GB あるから発売からもうすぐ6年の今でも安い Android スマホよりは軽快に動くよ。バッテリーも交換してあるのであと2年くらいは使えそうな雰囲気です。周回はスカイリープで召喚石選択画面をショートカットにしてるよ。攻撃が始まったらショートカットボタンをテンポよく2回タップすると召喚石選択画面だね。画質は標準にしてあってこれ以降は全部標準にしてあるよ。 iPhone を両手持ちにして撮影してたね。スマホならそれが一番早いだろうからね。通信は全デバイスが同じ Wi-Fi を使ってるよ。これはデバイスによって Wi-Fi の規格が違うので新しいほど高速で安定した通信が可能です。録画は iPhone の画面収録機能を使ってるから多少は動作に影響してるかもね。流し見てる感じだとそこまで遅くも感じないし安定感ある印象だね。今はそう見えるけどこれを1時間も続ければバッテリーも減るし充電なんかしたら熱で動作が制限されてかなり重くなるはずだから古戦場全体をスマホ1台で駆け抜けるのは結構大変だよ。お次は iPad mini だね。2024年6月時点の iPad mini シリーズで最新機種だね。 CPU は A15 バイオニック搭載でメモリは 4GB だね。この iPad もかなり軽快に動くよね。ちょうどいいサイズに軽快な動作、動画もゲームもネットも基本的にこれで十分な性能だね。 iPhone よりも使ってる時間長いもんね。円安で値段が上がる前は完全にお買い得商品だったね。 iPhone と同じくスカイリープでブックマークを2回タップしてるよ。これも両手持ちしてたね。周回を見てる感じだと画面が切り替わる時の引っかかりが短いね。 iPhone と比べると画面遷移がかなりスムーズでワンテンポ速い周回ができたね。後画面が大きいから画面の左側で YouTube 再生しながら右側で古戦場周回ができるのも使いやすいところだよね。そうなんだよね。2つのアプリを同時に開いて並べられるのは PC で周回する時と近い環境だからおすすめ。寝転びながらの周回もできるから PC 前に座りっぱなしの人もたまに iPad に持ち帰ると疲れにくくていいかも。これがあるなら iPhone を買い替えなくて済んでるのも納得かも。安定した回線さえあればグラブルもかなり快適だけど指を動かすことに変わりないから腱鞘炎には注意だよ。お次は大本命、買ったばかりの最新 PC。 動画編集がかなり快適になってるメインマシンだね。まず CPU は AMD Ryzen 7 7840HS。 型番だけだと性能が全然わからないしインテルじゃないんだよね。これは去年の最新ゲーミングノート PC が使ってた CPU だね。詳しい人なら型番だけでピンとくるかもだけど映像周りの処理をする GPU がセットになってる CPU でその GPU の性能が内蔵にしてはかなり高いって評判のやつだね。これで PC ゲームも動く感じ。軽めのゲームなら快適に遊べるくらいにはね。ゲーシンとカスターレイルは大丈夫。でもゲームしたいなら GPU を個別に搭載してる方がいいのは間違いない。あくまで動画編集がメインだからこの PC にしたんだもんね。そういうこと。メモリは 64GB 搭載でそのうち 8GB を GPU 用に割り当てしてるよ。もはやメモリがスマホのストレージくらいある。モニターのリフレッシュレートは 180Hz。 録画は OBS 使ってるから多少はそっちにリソース持ってかれてるけど全然余裕ある感じだったよ。ブラウザは Edge 使ってるよね。Chrome は使わないの？正直なところ Chrome と Edge は中身に同じもの使ってるから今やほとんど違いはないんだよね。
最近は Google 検索じゃなくてビーイングの AI も使ってるから、エッジの方が便利だと思ってるだけ。あとは編集用に買ったゲーミングマウスも活躍してるよね。ボタンがたくさんついてるやつね。一つをブラウザの戻るボタンに設定してるから、マウスだけで周回が完結するよ。ゲーミングマウスは結構高いやつ。楽天で3000円くらいの安いやつ。ちょっとダサポイントもあるけど、カスタマイズできるボタンが13個あるから、普段からショートカットをたくさん使ってる人におすすめだね。安いのにすごいね。一応指がしんどくなったら左手デバイスもあるから、そっちで戻るボタンを押して右手は移動とクリックだけもいける。動画編集に便利なツールがそのまま古戦場周回でも便利に使えるの面白いね。見てる感じだと画面切り替えがかなりスムーズだよね。画面遷移の引っかかりがほとんどなくて一瞬だね。なんなら早すぎて扇硬直が邪魔になってくる。エレ式ガルだと限界のところまで高速周回になるんだね。 iPad でも扇硬直はあったけど PC の方が頻繁に出てくるから、その意味でちょっとテンポ悪いって感じることはある。それは編成の問題だから仕方ない。マウスと画面タップはどっちの方が快適？ボタンの押しやすさは画面タップだね。これは圧倒的に快適。人間の指は最高のデバイスだと思うよ。マウスは使いにくかった？慣れの問題だと思うけど、クリックしたいところが2箇所くらいあって、かぐやと OK ボタンが近いほどやりやすい。ほんの少しマウスを動かすだけでいいから、手の動きって意味だとマウスが一番省エネ。フレンド石の設定で2番目にかぐやを設定してくれると OK ボタンと近くて押しやすくなるんだよね。これは長時間やってると感じる悩みだね。全体的には長時間たくさん周回する古戦場では最新 PC の軽快さとゲーミングマウスの組み合わせが強そうだね。A 式ガルみたいなもんだね。そしてお待たせしました。12年前の PC です。この前まで動画編集にも使ってた PC だよね。こいつとは長い付き合いだけど、さすがに前線で戦わせるのは難しいと言わざるを得ないね。バランス調整が入る前の古い SSR キャラみたいだね。録画はキャプチャーボード使って最新 PC の OBS でやってるよ。つまり他のデバイスよりも処理は軽いはず。肉集めだけで CPU 温度が80度近くなってたから、なんだかかわいそうでね。この PC はどんな性能なの？まず CPU はインテル Core i5-3317U 2コア4スレッドで最大 2.6GHz だね。2コア4スレッド？最新 PC はどうなってるの？最新 PC の 7840HS は8コア16スレッド、最大 5.1GHz だね。最大周波数は約2倍でコア数は4倍ってすごすぎてなんて言えばいいかわからないね。メモリは 8GB 搭載だから最低限はあるね。メモリも最新 PC は8倍だなんて、12年でこんなに性能が高くなったんだね。しかも最新 PC は普通のデスクトップ PC じゃなくてミニ PC だから、使ってるパーツはノート PC 用なんだよね。今のミニ PC ってこんなにハイスペックなんだね。そしてデスクトップより圧倒的に省電力。電気代が高騰してる時代に省エネで性能がいいなんて、最新のミニ PC ってなかなかいいよね。デスクトップ用の CPU とか GPU 使ってると 600W くらいの電源が必要だったりするもんね。とにかく12年でここまでグラブルが快適に動くようになったわけよ。それでは皆さんお待ちかね。4つのデバイスで同時に肉集め周回したらどのくらい違うのか実際に見てみましょう。どの録画も多少操作ミスがあるんだけど、周回してるとよくあることだから、ミスがあってもタイムを足したり引いたりしないよ。同時に周回を開始して10戦が終わるまでのタイムを計測していきます。ちょっと意外な結果だから期待してね。それでは始めます。スタート。左から最新 PC、iPad、iPhone、12年前の PC だよ。早速古い PC は差がついていますか？他は誤差の範囲内からの走り出しです。左2個がかなり接戦だね。最新 PC と張り合える iPad の実力、指で操作しているのも速度に影響していそうです。ここで最新 PC に硬直が入るよ。だいたい1秒くらいだね。硬直の差で iPad がトップに出ます。2回目の硬直だね。硬直でどんどん差がつく最新 PC、iPhone にも抜かれています。 iPad に入った硬直は 0.6 秒くらいだね。3回目の硬直が最新 PC に入りました。ちょっと硬直多いよね。確かに同じ編成でこれは気になるね。完全に iPhone にも置いていかれてるもんね。ここで4回目の硬直が最新 PC に入ります。 iPhone は硬直してないし iPad も短めの硬直1回だったね。予想外の展開に順位は大荒れです。ここで iPad、iPhone がワンツーフィニッシュだよ。最新 PC は iPad に4秒遅れてフィニッシュです。可能性として考えられるのは、この録画の前に3分近く周回してこの場面になってるから、一定期間内のアクセス回数で硬直の差し込みが増えてるか、スカイリープは硬直が少なくなるように優遇されてるか、あくまで憶測だけどね。同じ部屋から同じ回線でアクセスしてる以上、ユーザー側の違いとしてはブラウザだもんね。
この辺りについて知ってる有識者がいたらコメント欄でぜひ教えてください。タイム的には PC よりも iPad で周回するのが早いみたいだけど、疲れ方の体感としてはどう？ iPad は両手で持って両親指で集中して操作してるんだけど、まあ快適とは言いにくいね。PC の場合はほんの少しマウス動かしてボタンを押すだけだから、だらしない姿勢でもこの速さにはなるよ。 iPhone も両手親指で操作してるから、かなり姿勢よく周回してる印象だね。操作する姿勢や指を動かす範囲で言えば PC はかなり快適みたいだね。画面も大きいし、さすがに12年前の PC は 1.5 倍以上も時間がかかりました。読み込みのもっさり感見てもらった通り、クリックタイミング合わせるのがしんどくなる遅さだね。今回の速度対決で分かったのは iPad が PC くらい速度出るってことだね。これは面白い結果だったね。硬直を差し引いても iPad が速いからマウス操作とタッチ操作の差も出てるね。長時間のタッチ操作は腱鞘炎の原因になるので PC はその点が優位点となりそうです。基本スペック次第だけどね。もしグラブルのためにデバイスを新しくしようか検討してる人は、どんな姿勢で周回したいかをイメージしてから買うのがおすすめだよ。 PC でもっと速度が出るようになるテクニックを知ってる人はぜひコメントで教えてください。今回の動画が役に立ちそうだと思ったり、面白かったと思った人はぜひチャンネル登録と高評価で応援よろしくお願いします。次回の動画もご期待ください。そろそろいい時間になってきたので、今回はここまで。次回へ続く。